くぞよ。はいどうも、ケイちゃまと申します。今回やっていくのは初めての発泡スチロールを使ったジオラマ台座作成になります。おお、ついに重い腰を上げたか。ちゃーまで、今回はプライズフィギュアの超戦士列伝孫悟空孫悟飯の台座の統一化を狙ったジオラマ台座の作成になります。また一緒に飾りたいと思っているドラカップのジオラマ台座も制作していきたいと思います。ほうほう。で、今回は初めての作業になるので動画を参考にしながら作業を進めていきたいと思います。果たして私はうまく作ることができるのでしょうか。そんなこと知らないわよ。チャーミン。また簡単にですが、フィギュアの墨入れ、汚し塗装やレジンを使った支柱の透明化にも挑戦しておりますので、そちらもご覧ください。ご覧ください。チャンネル登録よろしくね。今回ジオラマ台座にするのは超戦士列伝3のスーパーサイヤ人孫悟空孫悟飯親子になります。まずは墨入れ塗装に挑戦します。墨入れといっても今回は汚し塗装にしたいので、墨入れ塗料を全体的に塗っていきます。怖がらずに大胆に塗っていこう。全体的に塗ったら乾かしていきます。チャーミン。乾いたところでウエスで拭き取ります。ウエスって何かしら。簡単に言うと雑巾みたいなもんかな。チベチベチベ。万が一やりすぎてしまった場合はエナメル溶剤で拭き取ります。あら、すごい綺麗になるわね。でも匂いがちょっときついからしっかり換気をしてやろうね。チャーマ。フィギュアと支柱の結合部分の型を取るためにお湯丸を使用します。まるまる。お湯で温めて柔らかくなったお湯丸を支柱に包み込むように巻きつけます。なんか飴細工みたいで美味しそう。ちょっと待って。おお、スケスケだね。冷えて固まったら支柱をお湯丸から引き抜きます。支柱の材料はホームセンターで購入した径が 6mm のアクリルの棒になります。100円ショップで購入した UV レジン、手芸屋さんで購入した UV レジンを硬化するための UV LED ハンディライトになります。また手芸屋さんによっては大容量の UV レジンとセット売りをしている場合があります。 UV レジンを頻繁に使用していきたいという方は一度手芸屋さんに足を運んでセット売りも検討してみてはいかがでしょうか。先ほど型を取ったお湯丸の中に UV レジンを流し込んでアクリルの棒を刺します。そして UV LED ライトで硬化していきます。十分に照射が終わったら型から抜き取ります。どうかなどうかな。先端部分が少し不格好にはなっておりますが、結合部分がしっかりできていれば問題はありません。ほうほう。どうせならかっこよくしてほしかったわ。チャーミン。実際にフィギュアに差し込んでみます。万が一失敗してもレジンの部分はペンチなどですぐに砕けるので何回でも作り直しは可能です。おうおう、手が震えとるで。キャーマ。そ
それでは次に台座を作っていきたいと思います。今回は回転テーブルの大きさに合わせて作っていきたいと思います。爪楊枝などを使って印をつけます。なんで爪楊枝を使うの？そこに爪楊枝があるからさ。かっこつけてるつもりでしょうけど、全然かっこよくないわ。チャーミン。今回発泡スチロールを切るのに普通のカッターでもいいんですが、普通のカッターですと発泡スチロールが刃に吸い付くので非常にカットしづらいです。なので私は今回ホームセンターで購入した発泡スチロールを熱で溶かしきるタイプの工具を使用いたします。おお、気持ちよくスイスイ切れるね。机の上のもの、いろいろ切ってみましょうよ。チャビチャビチャビー。切った面がガタガタになっていますが、これは逆に質感が良くなるので何も問題はありません。本当かな？本当は内心冷や汗かいてるんじゃないの？キャーマ。精神と時の部屋をイメージして作りたいのですが、精神と時の部屋は白いただの平らな空間なので少し面白みがありません。なので今回は武道会場のようなタイルを表現してみたいと思います。深く切りすぎないように注意が必要だね。深く切りすぎたらどうなるの？そこで試合終了だよ。安西先生、ジオラマが作りたいです。チャーマ。カッターで浅く等間隔に線を引いたら、その後に爪楊枝で線を太くしていきます。おお、輪郭がはっきりくっきりしたね。すべての線をなぞっていきます。タイルを表現するために横にも線を引いていきます。おお、これはちょっと難しそうだ。指を切らないように気をつけよう。チャーマ。また崩れた表現をしたいので側面を指でちぎっていきます。おうおう、大丈夫か？なんかちょっと心配になる作業だな。ここはダメージ加工なのではっきり言っちゃうとどうにでもなります。側面全周が終わるとこんな感じになります。また表面のタイル部分は爪楊枝の束でこすって質感を出します。あなた本当に爪楊枝が大好きね。チャーミン。実はこの爪楊枝、私が普段働いている製造業の現場においても何かと便利な道具として使われております。おお、それはちょっと意外な発見だ。とは言っても基本的には食後にシーハーすることが多いんですけどね。ハンダゴテを使ってむしり取った側面に押し当てていきます。ハンダゴテは非常に熱くなりますので、やけどをしないように十分に気をつけて作業をしましょう。また発泡スチロールが焼け焦げたような匂いがしますので、換気をしながら作業をしましょう。お、なんか押し当てたところが濃い青になった。ハンダゴテを押し当てたところは表面が溶けて濃い青になり、表面が硬くなります。これは楽しそうな作業だ。確かに楽しい作業なんですが、先ほども言ったようにやけどには十分気をつけて、あとは換気をしっかり行うように気をつけてください。ハンダゴテを当てただけでも水の世界や氷の世界を表現するなら、これだけでも十分に表現できていると思います。ただ今回はこちらのヨドバシカメラで購入した塗料を使ってベタ塗りをしていきたいと思います。おお、大胆に真ん中から塗っていくね。いや、ただ私が塗装技術がないだけです。
全体を塗り終わるとこんな感じになります。隙間に入った塗料が発泡スチロールを溶かしている部分があります。これは面白い質感になったので偶然が生んだ産物といったところでしょうか。ただの失敗でしょ。側面は綺麗に塗らない方が質感が良く雰囲気が出ると思います。今回ダボは100円ショップで売っていたダボを使用します。木製なので鉛筆を削る感覚でカッターで調整ができます。フィギュアに入るかどうか確認しながら作業していきます。ダボは木工用ボンド、支柱はグールガンなどを使用して台座に固定します。トラカプの台座は余った端材で製作していきます。容量は先ほどの台座製作と同じです。だいぶ慣れてきたみたいだね。動きが速くなってきたよ。これはただの早送りです。この作業いいな、楽しそう。ちょっと待って。こちらも先ほどのハンダゴテと同様にすぐに熱くなるので、やけどなどには十分気をつけて作業をしましょう。オッケーオッケーオッケー牧場。4つに切った発泡スチロールを接着剤でくっつけていきます。この時使用する接着剤は発泡スチロールに対応しているものかをよく確認してから購入して使用してください。あとは先ほどと同じようにハンダゴテなどを当てて最後に着色をして完成となります。ジオラマ台座に挑戦した感想を述べよ。はい、思っていたほど難しくはなく、道具さえあればそれなりの造形が作れるかと思います。色に関しては精神と時の部屋ということで発泡スチロールの素材の色を生かしつつ単色を塗りましたが、また機会があれば岩や崖などにも挑戦してみたいと思います。つまり今回の挑戦は失敗ってことね。チャーミー、じゃんじゃんじゃねえの。皆様もぜひ挑戦してみてください。チャンネル登録、高評価ぜひともよろしくお願いいたします。次はゲームコーナー行ってみよう。時間内にこのキャラクターを探せ。あ、いたいた、あそこにいるよ。正解はここだ。またねー。